ワンインチチャンネル、はい、始まりましたけれども、引き続き厚切り牛タン絆さんの牛タンを食べながらいろいろ語ろうと語ってるんですけど、ここ見てください。何？こちらやば煮豚です。煮豚。まあ角煮ではないのかと思うんですけど、まあ煮豚なんですけど、自分が一番好きな格闘家。はい。いいね。はい。うん、それはいい。数時間喋っちゃうかもしれない。そうそれね。で、ついついね。ついつい。これ先生。あ、いいです。はい。あ、食べてみます？食べてみていい？食べますか？いいですか？いただきます。柔らかいんだ、柔らかいよ。うわ、もう肉汁がすごい。すごい。うまっ。うまっ。あ、うん。いやでも先生リアクション待って、本当にうまい。きよさんが忖度なく。あ、染みてる。染みてる、うまい。うん。しかも、なんか味付けがもうちょうどいいの。どう？これ商品化で。これなんか甘すぎるやつあんま得意じゃなくて、なんかこれはすごくちょうどいい。でかっ。2キロ。あ、でかっ。もう食べ終わった。でもまあ一番メインの企画はその自分が一番好きな格闘家を語ろうっていう話なので、一番漫画と一緒でこれ一番決めれないな。難しいんですけど、また僕から行かせていただきますけど、僕はドンフライ。ドンフライに憧れて口ひげを生やしてるわけではないんですけれども、本当に好き。まあその高山線とかっていうの有名やったけれども、俺は最初中高1ぐらいの時から当時新日本プロレスに NWO でドンフライが来たんですよ。詳しい。でその時ロン毛で NWO というので長野と天山とドンフライが出てきたんですよ。ドンフライっていうのが入ったの。 NWO に来たんですよ、アメリカから。なんやってなってて、まだロン毛の時に、これちょっと神戸片方先生に話したことあるかもしれないですけど、高校1年間の時に大阪府立体育館っていうところに行った時に、まだ高1で体もでかいからうえーって調子乗りやったんですよ。でドンフライとその NWO が出てきたんですよ、長野と天山と。で出てきた時に俺がドンフライに「イエーって触ったのよ。お、ウェイウェイって言ったら少年幸男が。そう、少年幸男が高校生が高1かな。ドンフライがもう俺がバーッと触りすぎたからこうやってこうなったのよ。時に本当にその今まで人生でその街中であった不良とか、なんかあるやん、あいつやばいなっていうと、ほんまにもうもうオスとして完全に逃げてる、もう逃げるとかじゃなくて、でも胸毛の裸のはってなったんですよ。もう胸毛は別に完全に負け。負け。もうオスとして完全に負け。向こうもプロレスやからそれ殴ってこうへんやん、少年に。そうだね。だけどもう睨まれた時にでもう動かれへんくて、でドンフライがバーって行った後に友達がにでそのやっぱ初めてそのオスとしてなんかもう完全に負けたという、その喧嘩も何も強くも何もないねんけど、これかと絶対的な差を感じた。実力差、圧倒的だ。立って見られただけでっていうのが、まあ、一番そのインパクト残ってんだけど、そこからまあ総合に行ってんけど、もともとでも UFC からだから。そうやな、そうや、 UFC から UFC で柔道とかもやってたよね。そうだね。元プロボクサー。プロボクサーで柔道も3段かなんかで、そこから総合行って UFC 行って、そこからプロレス行って新日来て、でそこからプライド男塾塾長っていうので、なんていうのだから全盛期のドンフライに狙われてる。そうだね、ロン毛の一番もう。でそれこそ俺らの知り合いのゴーくんっていうのがドンフライ見た時、山手線で見たことあるらしいんやけど、デニムインでこれぐらいのバックルつけてシャツインしてたらしいね。ほんまにアメリカハンバーグ屋さんだ。ハンバーグ屋さんでかっこいい。司会がある。そうかっこいいじゃん。もうかっこいいっていうので、でやっぱそこからやっぱ戦い方もさ、俺はそんな総合格闘技とか詳しくなかったから魅了されたというか、シンプルなもう戦い方、だからもうやっぱドンフライかな。
ダイアナ・ドンフライはもう超伝説的な試合ですけど、うんあの人もいろんなすごい試合してますからね、プライドでも。あとバンナと K1 ルールで戦って負けちゃいましたね。男気ね。ほんまに男気あるよな。やばい。それおもろくない試合ないよね。ないね。塩試合みたいなのないよね。内田秀彦選手ともいるしね。すごいしてるね。相手選ばず。でやっぱだからドンフライっていうその勝率的にはどうかわからないですけど、やっぱもうかっこいいなっていうので、確かに。僕はもうドンフライ。いや結構なんか熱いエピソードでした。はい。オスとして完全負けた。もう忘れないですね。やっぱ動けないんだな。蛇に睨まれたそうカエルね。そう。パッと見親戚の2人なんか喋ってる。パッと見はね。いやその時はこれちゃうから。じゃあ僕はい。ですかね。この企画ね、これもゆきおさんから打診された時にね、ちょっと絞れないなと思って。だろうね。まず出たのはヒース・ヒーリング。プライドで知ったんですけど、テキサスの暴れ馬。僕高校生の時、ドコモの携帯使ってたんですけど、テキサスの暴れ馬ヒース・ヒーリングに憧れすぎて、僕のメールアドレス東京の暴れ馬でした。あ、どこすごいでしょ。ほんまに好きやん。そうそう。であんなにかっこいい格闘家が今まで僕はもう見たことなくて、単純に見た目がでヘビー級で毎回髪型がすっごい奇抜なんですよ。めちゃくちゃかっこよくて、で最初はトム・エリクソンとかとやったんですよ。当時めっちゃ白芸って言われてるめっちゃでかくて強いやつでやって、そこでもう一気に若手の時のヒーリングがすごい勢いで倒すわけですよ。でその後エンセンさんとかマーク・ケアとか明らかに格上世代の上の選手がどんどん食ってくる様がすごい乗れましてですね、やっぱねそのノゲイラとかヒョーデルとかミルコとか、三強って言われてる時代ありましたけど、そこには手がかからない、手がかかるんだけどどうしてもそこが超えれないっていうところだったんですけど、なんかねそのポジションも含めてすごい俺はね熱量を持って応援してなるほどね。言ってくれ今回はみたいな。ちょっとぶっちぎってかっこよかったよね。当時は本当ね、ヘビー級で言ったら先駆者だと思うし、かっこよさ、むしろヒーリング以降いるって思う。下の階級だったらいっぱいいますけど、いやいいな。もう一人だけちょっと上げさせてもらって、いいよいいよ。悩んじゃったんで、ヒーリングをもしかしたらゆきおさんが言うたからヒーリング以外もちょっと用意しなきゃなと思って、いるんですか。いくらでもいるんですけど、いくらでもいるだろうね。僕はヨアキム・ハンセンっていう選手。ヨアキム・ハンセン。ロシア。ノルウェーか。知ってんの？細い白人のね。北欧からの処刑。坊主のね、処刑にな。北欧からの処刑に。かっこいいよな。かっこいい。結構キャリアの大半を日本で住んでて。ああ、そうなんだ。ヒーローズで宇野さんのこと KO したりとか、青木さんとは3回試合してますからね。へえ。青木さんの2勝1敗。ハンセンは2回目で勝ってるんですけど、かっこいいんですよ。めっちゃかっこいい見た目。超いかつくて。ていうかほんまなんかほんまなんていうの悪いけどもう悪い人なんかその殺し屋じゃないけどその不良じゃなくても殺し屋みたいな処刑人だから処刑人やからヘビメタをこよなく愛する。あそうなんだ。そうきやね。何がかっこいいって見た目もかっこいいんですけど、もう試合がとにかく面白いんですよ。でドリームでやったエディ・アルバレス戦なんて、もう俺初めて見たかも。ドリームはほぼ会場行ってるんですけど、全スタンディングオベーションですよ。判定ですよ。しかもすごい。5分3ラウンド終わってカン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 試合しようってもう全員どっち勝ちとかどうでもいい勝敗を超えた試合をしたんですよ。立っても見てみよう。やり合ってアルバレス勝つわけですよ。でもうそんなすごい試合だからお互いマイク持つんで普通勝者と喋んないじゃないですか。ハンセンが「お前は大したもんだよ」みたいな「俺の負けだ」みたいな感じで言うわけですよ。そしたらアルバレスが「この試合に敗者はいません。全員勝利だ」観客も俺たちも勝ったんだこの会場にいる全員が勝者です。すごいね。それでドリームのその初代ライト級チャンピオン決定トーナメントになったんですよ。そこでアルバレスが勝ち進んだわけで、そんなすごい試合したからハンセンは負けてるリザーバーに回るんですよ。でアルバレスは順当に決勝まで行って準決勝で川尻さんとするわけです。で試合に勝つんだけど目を負傷するわけですよ。
で決勝に上がれないってなって、青木さんと戦ったのがアルバレスがお前しかいないって言ってハンセンが勝ってくるんですよ。リザーバーとして勝ってるから順当なんですけど、その舞台裏の映像を見たんだけど、アルバレスが俺の代わりは君しかいないよっつって頼むよっつって任せろっつってリザーバーから上がったハンセンが青木さんに勝つんですよ。で初代チャンピオンはハンセンなんです。あ、そんなんその後青木さんがもう一回マッチで取り返すというか取るんですけど、ちょっと止まんなくなっちゃうんですいやいや、ハンセンいやでもヨアキム・ハンセンもう顔その細くてな、そう立ちも寝技も超うまいし、好戦的なキャラなんで、相手の得意分野でやり合うからすごい試合がスイングするのかなと思うんですよ。いやすごい。そしたらヒース・ヒーリング・ヨアキム・ハンセン、ちょっと外国人で攻めさせてもらいました。僕は山本キッド選手。まあレジェンドですね。すっごい好き。だから先生も初めてクレイジービキの時やっぱそれがテンション上がったって言ってましたもんね。上がった。もう亡くなった後ですそう、でちょうど僕が行った時が誕生日だった。3月15。そう。その武術をずっとやってた時からキッドさんのことはずっと好きだった。好きだった。なんかファイトスタイルもすごい好きだったし、なんか身長も山本キッド選手小柄じゃないですか。そういうところもなんかこう見ていて、なんか感情移入できるっていうか、なんかどういうふうにリーチさのある相手と戦うんだろうとか、あの選手こう右構えだったレスリング上がるっていうところもなんかファイトスタイルもすごいなんか勉強させていただきました。実質2、3階級上の選手ずっとやってましたからね。すごいよね、それってさ。実際ありましたし、体重差。いやもうあの時って雑誌の表紙めっちゃやってたよね。やってた。もうその格闘技をちょっと超えてファッションとかにも行って窪塚洋介さんと一緒に並んでやったりとかね。そう表紙が大体窪塚か KJ か山田キッドさんみたいな、もうメンズ雑誌はみたいなストリートのね。で正人さんとの試合になってもう視聴率とかエグかったよね。みんなが楽しみにしてあれもだって実質3階級上で3階級上でマッソさんって70キロの階級の選手で、キッドさんあの時は何キロかちょっと分かんないですけど65、6とかあったかもしれないですけど、あの人はもうフライ級とかバンタムで試合する選手なんで、60前後で UFC ではバンタムだったから61キロの選手なんですよ。で70キロの選手と須藤元気さんとか、そうやね、やってたんですよね。宇野さんとかも70キロ、今はフェザーですけど、やばいっすよ。やばい。当時は僕ばっかしゃべってるけど、いいよ。当時は軽量級がなかったんですよ、表舞台で。表舞台とか大きい舞台で。そうなんだ。だからヒーローが70キロでさえ軽かったんですから。でキッドさんはもう大きい舞台に行ったらそこしかなかったから軽い階級の選手なんですけど、俺が中量級盛り上げるって言って本当に食える世界にあの人がして、今はフライ級とかバンタム級がめちゃくちゃ盛り上がってますけど、もう間違いなくあの人がいなかったら今の先導してたよね、本当に。それは間違いない。そこ知らんかったわ。もうあの全然階級上のやつだやっぱキッドさんいたからさ、ものすごい格闘技が盛り上がってましたね。カリスマ性エグかったよ。今さ UNEXT でキッドさんのやってるよね、特集の。あれすごい良かったの、本当に。見てない方もぜひ見てもらいたいですね。だからマサトさんが語ってるシーンとかも、もうなんかすごい良かったわ。マサとキッド戦を語ってるんだけど、なんか知らなかったことが事実あったり、そうなんか新しく知れた部分がすごいあって良かったな。あの番組をそのプロデュースとかディレクションしたっていうか、作ったのが僕先輩なんですけど、それもすごいつながキッドさんの大親友で。でも世に出てないああいう映像が山ほどあるんです。ずっと一緒にいたから。まあ一応撮っとこうみたいなことで撮ってた。まだまだよくぞ残してくださいました。俺キッドさんの試合どれもやっぱすごい好きなんだけど、やっぱほらよく言われるのは宮田選手の試合4秒開始4秒で飛び膝でっていう。であれもさキッドさんのエピソードでさ、前の晩の日にそのやる技がこうなんか降りてきたみたいな。だからそういうところもなんてやっぱそういう能力ってこう
開花するんだなっていう、そうちょっと不思議な力っていうところもこうキッドさんは持ってて、でそういったそのアンテナを張ってたそのところに来たものをこうキャッチできる、なんか純粋性っていうか、そういうところも本当にすごいなと思って、あのエピソード本当にすごいと思った。悪いように言う人おらんやん、まあ、伝説みたいになってるけど、なんかクラブとかではやるけどみんなに優しくてとかで、カンペとかに聞いたりとしたらカンペとかに「おー」とかさ、そんなトップファイターやのに、そんなカンペその時若かったのに「おー」って全員に気さくですよ。ホイラー・グレイシーとの試合、2005年のヒーローズかな、そう膝をさこうかわしながらこのフック、リードフック当てて KO するんだけど、しびれたなあれは。でその後一礼して、そうあんなできます。もう本当にかっこよかった、本当にかっこよかった。それが一番好きな試合、なんかすごい自分の中ではあれがすごい印象に残ってる。ちょっとねジークンドーっぽいこう使い方をフックして動きをしてて、なんかそうなんか参考にしてた。いやまあキッドさんは多分まあ今後もう今も伝説の人やけどもう10年後20年後もうずっと語り継がれる人ですね、絶対に。そうなんで、僕はそうキッドさんが一番好きな選手でしたね。一度会ってみたかったな。ただ今回は一番好きな格闘家っていうね。これもちょっと順位つけれないわ。これも語りきれないものがあるでしょ。そうやね。ちょっと神戸だけで回でもやってほしいね。ノー準備であのエピソード連れてってますから。そうなんだよ。何も考えてない。そうだよね。まあそれぞれ好きなんで、まあ順はつけれないですけど、これもちょっといい回だったと思います、本当に。確かに。まあこういうのもねいろいろ話してって漫画やりましたし、格闘やりましたし、またなんかねやっていきたいなと思います。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。こっち側こう開くので、ここにこう入れていくんだよ。